皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。今日のテーマは防災訓練で何をするかです。今日は11月11日です。で、おととい、つまり11月9日にこの市では防災訓練がありました。なので、防災訓練ではどんなことをするのか、それと311って皆さんご存知ですか？2011年3月11日に地震が起きて、それで津波が来て、そして原発が爆発するという東日本大震災が起きました。で、今日はその話もしたいと思います。で、もし皆さんが日本に住んでいれば参考になると思いますし、あと、もし日本に来た時に地震が来るかもしれないので、何かの参考になると思います。なのでぜひ最後まで聞いてください。本当は防災訓練の話はしなくていいかなって思ったんです。なんかちょっと暗い話じゃないですか、災害の話って。ただ、一昨日仕事をしてたら、ニュース速報がピコンって出たんですね。で、そこに、岩手県で津波注意報が出たっていうふうに書いてありました。それが夕方5時ぐらいだったと思うんです。津波注意報が出るってことは、地震が起きたってことなので、調べてみました。そしたら、岩手県とかそのあたりでもう1週間ぐらい地震が続いてたんですね。岩手県がどこにあるかなんですけど、東京とか大阪がある一番大きな日本の島が本州と言います。で、本州の北の方、太平洋側の方は一番北の端っこが、青森県です。よく県をつけないで青森って言います。で、その青森の下というか南が岩手県、岩手です。で、その南が宮城県、宮城です。で、これが太平洋側の話です。つまり、岩手はその太平洋側の東北にあります。今言った3県って三陸って呼ばれる地域です。で、その三陸沖で地震があって、で、岩手県に津波注意報が出てました。で、沖っていうのが、陸からちょっと離れた海っていうことなので、三陸の陸から離れた海ですね。三陸沖の地震っていうと思い出すのが東日本大震災なんです。その時は宮城県、だから岩手、今回よりもう少し南の場所の三陸沖で地震が起きて、津波が来てっていうことだったんですね。で、その三陸沖の中ではちょっと微妙にこの前とは位置がずれてるんですけど、ただ、なんかまたその三陸沖で地震が何回も起きてるっていうんで、ちょっとゾッとしました。なので、今回こういう防災について話しておこうと思って、エピソードにしました。じゃあまず最初に、その2011年3月11日の東日本大震災がどんなものだったのかお話しします。それはさっきも言った通り、大きな地震が起きました。それが2011年3月11日の午後2時46分です。だからみんな仕事をしてたり学校に行っていたりする時間です。で、その地震はその宮城県の一番強い場所で、震度7ありました。ですね、地震の規模、地震の大きさを表すのにマグニチュードというのを聞いたことあると思います。マグニチュードは地震の大きさそのものを表します。で、どれくらい揺れたか、その場所がどれくらい揺れたかっていうのは震度というもので表します。これ後でリンク貼っておきますけど、震度7が最高です。なので、じゃあ今その震度がどんな感じなのかをちょっと説明しますね。ここのパソコンを見ながら説明します。まず震度0っていうのもあるんですけど、これは揺れは感じません。で、震度1は、
部屋の中で静かにしている人の中には揺れを感じる人がいるということなので、揺れても震度1って正直あんまり気づかないですね。で、震度2になるとちょっと気づくレベルになってきます。で、あれ揺れてるっていう確信は持てないけど、なんか揺れてる気がするぐらいが震度2ですね。で、そういう時はだいたい、こういう紐とか、部屋の中にある紐を見て、それが揺れてれば、ああ、揺れてるって思います。それがだいたい震度2ぐらいですね。で、震度3になるともうだいたい感じます。で、結構ガタガタ言ったりもするので、やだ、地震じゃん。ちょっとどうしよう。これから大きいの来るかなって思うのが震度3です。じゃあ次、震度4は、震度4になるとほとんどの人が驚くレベルですね。で、あと、ちゃんと置かれてないものが落っこちる可能性があるが震度4だそうです。震度5と震度6は弱と強という2段階に分かれます。で、震度5弱で、大半の人が恐怖を覚え、物に捕まりたいと感じる。だから、普通に立ってるのが怖い状況なんだと思いますね。で、震度5強はもう物に捕まらないと、歩くことが難しい。で、固定してない家具がこう倒れることもある。揺れることもあるですね。で、震度6弱になるともう立っていられない感じです。で、家具が固定していなければ、どっかにちゃんと止めておかなかった家具っていうのは倒れます。で、震度6強になると、這わないと動くことができない。這うって手と足を使って移動することですね。赤ちゃんがやるハイハイ。あれが這うです。そうしないと移動できないぐらい揺れてるんですよね。そして耐震性。耐震性っていうのは、揺れに耐えられる性能ってことですね。耐震性が低い建物は崩れることもあります。で、最後、震度7っていうのが一番大きいもので、震度7は、耐震性の低い木造の木でできた建物は傾いたり倒れるものが多くなる。今の感じで震度6とかでも十分怖いじゃないですか。で、震度7になってくるともうそれ以上ですね。だから本当に多分人は移動もできないんだと思います。私経験ないんですよ。だからわからないんですけど、その311の時の一番ひどかった場所では震度7だったそうです。ちなみに東京ではその時震度5強ですね。で、私が住んでいた横浜では震度4でした。ちょっとじゃあ、その被災地って言うんですけど、そのひどかった地域に話を戻しますと、その揺れが来た後、今度は、大きな津波が来ました。で、普通の津波だったら、やっぱりこの海岸の部分の人たちが、海沿いの人たちが気をつければいいと思いそうなんですけど、この津波では結構内陸まで水が来ました。なので本当にたくさんの人が、亡くなりました。で、その後、その津波によって、福島県の原発が電源を喪失しました。福島県っていうのが、さっき三陸って言った、青森、岩手、宮城のその南にあるのが福島県です。で、そこの原子力発電所、原発が、電源を喪失するっていうのは、電気がなくなるっていうことです。で、原発っていうのは、原子力発電所のことを原発って言うんですけど、原発は常に水を循環させて、燃料を冷やす必要があります。ずっと冷やし続けなきゃいけない。で、そのために電気が必要なんですよね。だけどその電気がなくなってしまった。ということで、温度が上がって爆発に至ったということです。なので、その原発事故があったから、震災は余計ものすごく大変な震災になってしまったと思います。311では本当にたくさんの人が亡くなって、数字を言いますと、
亡くなった方が19,765名で、未だに行方不明の方が2,553名いるそうです。で、今の数字は、4年前の数字です。で、ただ最近でもその時行方不明になった、女の子のものが出てきただったかな。なんかそういうニュースがありました。そう、だから海のそばに住んでいる人は、とにかく海から離れる。地震があったら、海から離れるのも大事ですが、高い場所に行くっていうのがとても大事です。高い場所に逃げてください。そう、地震の後火事が起きることもよくあります。で、その311の地震の後も火事になった地域もあって、結構大規模な火事で、その日の夜とかもずっと燃えていました。で、私は横浜にいたんですけど、横浜がどんな感じだったかお話しします。やっぱもう全然その被災地に比べたら全然です。で、ただその時私は2階で洗濯を干してたんです。で、一番下の息子が11ヶ月、1歳前ですね。で、一緒にいました。で、そう、その息子は4月から保育園に預けることになってたんです。で、その時点では3月11日だから、まだ保育園には行ってないんです。で、上の2人、娘が多分6歳で、息子が3歳だったかなは、保育園に行ってました。で、なんで私は息子と2人だったんですけど、もう嫌な感じの横揺れが来たんです。で、それが嫌な感じってどういうことかっていうと、長かったんです。長く横に大きく揺れる感じがしました。で、私本当に怖くてどうしようとか思ってて、そしたら、外に、お隣の奥さんと、さらにその隣の奥さんたち、二人がいたんです。二人とも外に避難してきてたんですね。その少し揺れが収まった段階で。で、下に降りておいでよって声かけてくれて、私その階段降りるときにまた揺れたらどうしようとか、次にものすごく大きい地震が来たらどうしようってドキドキしてたんですけど、なんか2階にいるよりいいかなと思って、息子を抱いて外に行きました。で、一つ注意しなきゃいけないのが、地震が起きてすぐ外に行くっていうのはやってはいけないことです。危ないです。というのも、特にビル街とかにいたら、その上からガラスが降ってくるとか、割れたガラスが落ちてくるとか、看板が落ちてくるとか、あと、その、道に、ブロック塀っていう塀があるんです。昔できたような塀があるようなとこは、それが崩れたりするんですね。だから、外は危険なんですよ、場所によっては。ただ、私たちの家の前っていうのは、広場みたいになってたんですね。本当は駐車場なんですけど、そんなに車はないのに、割と広い、土地を大家さんが駐車場にしててくれたんで、その時大して車も止まってなかったし、広い場所があったんです。で、何かが落ちてくるような感じがない場所だったんですね。なんでそこに行ってしばらくそのお隣さんたちとどうしようってこれ震源地どこかなとかいう話をしてました。自分たちは震源地じゃないっていう気がしたんですね。なんかあんなに大きい感じの地震なのにそこまで揺れなかったからです。十分怖かったですけど、やっぱりそこまで揺れなかったんですよ。で、その時私東京で起きてたらすごい嫌だなと思ったんです。というのも、当時夫は横浜から東京の日本橋に通ってました。で、東京はもう関東大震災が来るってずっと言われてるんです。何十年も。関東大震災が起きたのは1923年の9月1日なんです。なので、今9月1日は防災の日になってます。で、実は防災の日に防災訓練をするところがすごく多いと思うんですけど、自治体がね。ただ、ここは9月1日は暑いので、
熱中症になってはいけないということで、確か11月にやっているって聞いた気がします。そう。で、その関東大震災っていうのが1923年なので、もう100年経ちますね。で、確かその70年過ぎたぐらいから、もうね、いつ来てもおかしくないって言われてたんですね。最近はその関東大震災より南海トラフ地震の方がよく話題になってます。で、南海トラフ地震っていうのはちょうど、富士山とかああいうのがあるあたりから、静岡県とかのあたりから、九州の方までつながる広い範囲なんですけど、その地震がまたいつ来てもおかしくないって言われてます。で、そっちももちろん心配なんですけど、私は本当に夫が東京にいたから、東京だったらどうしようってちょっと思ったんです。でも、そうじゃなくて、震源は三陸沖だっていうことを、しばらく経ってからかな、知りました。しばらくも経ってないかもしれないですね。テレビとかはついたので、で、よく地震の後、携帯がつながりにくくなります。みんながお互いに大丈夫って連絡し合うからです。ただ、夫とも割と確かすぐ連絡が取れて、大丈夫だって言ってました。で、後で夫から話を聞いたら、地震が起きた時、夫はトイレにいたらしいんですね。で、地震が収まった後、フロアに戻ったら、誰もいなかったんだそうです。なぜなら、みんな机の下に潜ってたそうです。で、フロアに人がいないように見えたって言ってました。で、出遅れてしまったって思ったそうです。で、夫の会社は7階建てのビルの3階にあったらしいんですけど、そのビルでは会議室の天井がちょっと落ちたところもあるって言ってました。で、たまたまそこには誰もいなかったので、怪我した人は本当に誰もいなかったそうです。で、夫はなんとその後、締め切りがすごく忙しすぎて、しばらく経って落ち着いた後、ずっと仕事をしていたそうです。で、実はその日電車が止まって、帰ってこれなかったんですね。なんで、次の日までもうずっと仕事をしてたって言ってました。なんかね、ちょっとそれも怖いなと思いました。正常性バイアスってやつじゃないですか？これは大丈夫だって思う。結果的に大丈夫でよかったです。で、私の方は、その地震が収まった後、上の二人を迎えに行きました。保育園に、車で。で、多分4時前だったのかちょっと覚えてないんですけど、あんまり遅くなかったです。で、車で行ったら、停電だったみたいで、信号が止まってたんですね。ついてなかったんです。で、どうしようと思ってぶつかっちゃうって思って、ノロノロ運転しました。みんなノロノロ運転してたから、大丈夫でした。で、うちは停電しなかったんですけど、後で知ったんですけど、うちの辺の、うちを入れた範囲のあたりは何か重要な施設があったみたいで、停電しにくくなってたみたいなんですね。で、その震災の後、電力が足りないって言って、計画停電っていうのをやったんです。例えば A 地区は何時から何時まで停電しますと。で、B 地区はそれと逆の時間帯で停電します。だから例えば、ある地区では何時から停電って言われたら、じゃあ何時までに電気を使うことを全部終わらせておく、みたいなことがあったんですね。で、その計画停電の時も、うちがあった地域は停電しなかったんですね。計画停電に入ってなかったんですよ。だから、ある意味本当にラッキーだったんですけど、それはいいとして。で、子供を迎えに行って、帰ってきて、で、そう、後で保育園の先生に聞いたら、一番最後のお迎えは、もう次の日になってたって言ってました。次の日っていうか、12時を回ってた。歩いて帰ってきたみたいです。で、私が住んでた地域は、東京に通ってる人も多かったんですね。
で、東京じゃないとしても、だいたい通勤って普通1時間から2時間ぐらいかけてる人が多いんですね。保育園っていうのは、両親が働いている人の子供を預かる場所なんです。だから、両親とも、もし遠くに通勤していると、それでも多分近い方が歩いて帰ってきてお迎えに来たっていうことだと思います。だから私その時に、例えば子供の保育園とか小学校からすごく離れた場所で働くっていうのはリスクだなって思いました。どうしてもね、しょうがない場合っていうのは本当に多いと思うんですけど、私はできるだけ近くにいたいなっていうふうに改めて思いました。というのも、私が横浜に住んでた理由は、会社に近かったからなんです。実は私が住んでた場所は会社から多分徒歩10分かかんないぐらいの場所に住んでいて、で、保育園も本当に近くて、車で送ってたんですけど、車で5分ぐらいのところにありました。で、車で一回送って、車で行った理由は荷物が多いからですね。保育園ってなんか持ってくものが多いんですよ。だから車で送って、で、一回自分は帰って、そして歩いて会社に行くっていう流れだったんですね。勤めてた頃は。会社には駐車場はありませんでした。で、駅のそばで横浜市内だからやっぱ土地が高いんですよね。だから駐車場はなかったです。で、ただ私実は二人目を産んだ後で、育休っていうのは、産む時の休みが産休ですね。で、育てる時の休みが育休って言います。で、私が二人目の育休中に、会社が移転してしまったんです。横浜から静岡県内の場所に、静岡県に移転してしまったんですね。で、私悩んだんですけど、その時退職しました。仕事を辞めました。他の人では結構新幹線で通勤することを選んだ人も結構多かったんですね。私、新幹線通勤は別に嫌いじゃないんですけど、新幹線は快適だし。ただ、子供がいる場所から新幹線で通わなきゃいけないぐらい遠くに通勤するのは嫌だなと思ったんですね。というのは、やっぱり何かあった時に帰ってこれないって思ってたからです。だから私本当に311の時は退職しててよかったなって思いました。そう、実は小学校と中学校でも震度5弱の地震が来たら親が迎えに行くことになってます。危ないからだと思います。で、子供たちが避難訓練をするのが年に1回あるんですけど、その時は親も実はお迎えに行かないといけないんです。親の訓練でもあって、その時、例えば、小学校と中学校に両方子供がいる人は、だいたい小学校に行ってから中学に行くとは思うんですけど、どっちかなちょっとどっちかわからないですけど、どうやってお迎えするのかとか、例えば、両親が働いてて、おじいちゃんかおばあちゃんが近くに住んでいる人は、そういう人に行ってもらうとか、ちゃんと家庭内で、いざって時のことを考えるようにっていうことで、避難訓練の時には親が迎えに行くっていうところまでが入ってます。で、学校は学校で子供たちは避難訓練をするんですけど、それはですね、地震が来たってなったらまず机の下に入るそうです。で、地震が収まりましたって言ったらみんなで外に出て、校庭で親を待つっていう流れだそうです。校庭は物が落ちてこない感じなんですよ。何もないから。だから校庭で待つんだと思います。では、ここからは、この自治体で、どういう訓練をするのかというお話をします。まず最初にですね、放送が入ります。その辺に、道に、スピーカーとかがあるんですね。で、そのスピーカーから各家庭の人が聞こえるようになってます。で、その放送でサイレンが鳴って、なんか言うので、ちょっと聞いてみましょう。
はい。で、シェイクアウト訓練をしてくださいと言っていました。この放送が入った後、それぞれがお家で、シェイクアウト訓練をします。シェイクアウト訓練っていうのはですね、3つ動きがあります。1つがまずドロップで、姿勢を低くします。こう、ぼーっと立ってると揺れるからですね、姿勢低くします。そして2で、カバー、頭を守ります。で、3でホールドオン、動かない。これがシェイクアウト訓練の3つのステップです。で、なんでこれドロップとかカバーとかカタカナなのかっていうと、これ、もともとはカリフォルニア州で始まった防災訓練のものなんだそうです。なので、カタカナが入ってるんですけど、カリフォルニアの人でもし聞いている人がいたら、そういう訓練をしているのか、ぜひ教えてください。日本ではやってます。じゃあ具体的にですけど、まず室内にいるときは、机の下に潜る。じゃあ私だったらどうするかなんですけど、ここに机があるんですね。ここに。だから、この下に入るか、ただ、この家がですね、ここで部屋が2つに分かれてたんです。で、それをぶち抜いて一部屋にしたので、私思うんですけど、耐震性が低い建物だと思うんですね、これ。しかもこれすごい古いんですよ。30年以上古い。もうどれくらいだろう。借りた時で30年以上経ってるんで、もう40年近い気がします。だから耐震性が低いと思うんです。その場合、じゃあどうしたらいいのかっていうのを、なんかこの辺に入るかな。ね、どうしよう。とか、そういうのを考えるっていうのがやっぱり訓練の大切さなんだと思います。そういうのを考えておけば、いざって時っていうのはそういう大変な時ってことですね。いざって時に、あの、どうしようっていうのがわかりますからね。で、もし机がない場合は、とにかく物が飛んできたり落ちてきたりしないような場所に行かないといけません。で、とにかく大事なのが頭ですね。だから頭を守って、そういう行動をします。で、外にいる場合なんですけど、外も、開けている場所、公園とか、そういうところに、行くのがいいそうです。だからもし街中にいたとしたら、とにかく何か上から落ちてくるっていうのが危ないので、あんまり建物のそばにいるとその建物からガラスが落ちてくるとか、あと家だったら瓦、日本の屋根には瓦というものが乗っています。それがバラバラ落ちてくる可能性があるんですね。だから、本当に上もちゃんと見て、カバンとかを頭に乗せて、安全そうな場所に行きます。安全そうな場所に逃げてください。だけどさっき言ったように震度7だったらもう動けないですからね。そしたらとにかくその場所で頭を守るっていうことだと思います。で、もし運転中だった場合なんですけど、周りを見ながらですね、突然止まったら後ろにぶつかられる可能性もありますが、多分ものすごく大きい地震が来たら、みんな止まると思うんですよ。だからやっぱ、とにかく周りをよく見て行動するっていうのが大事です。で、大地震の後は車を止めると。で、シートベルトを締めたまま、その揺れが収まるまで待つということだそうです。あと、地下鉄にいる時とかなんですけど、やっぱりどこにいても一緒だと思います。とにかく、なんか落ちてきたり、倒れてきたりするものがないかに気をつける。だから、うかつにこういう建物のそばとかに行くのは危ないです。建物が倒れる可能性もあるので。そういうことに注意してみてください。で、あと地下鉄とかだったら揺れが収まった後で、その駅員さんとかがこちらに移動してくださいとか教えてくれると思います。なんでそういう指示に従って移動するっていうのが大事ですね。じゃあまた訓練の話に戻りますが、じゃあそれぞれがお家でそういうのをやった後どうするかなんですけど、その後近くの人たちと集まる場所があります。で、そこに一旦集合してみんなで避難所に行きます。で、避難所っていうのはだいたいその地域にある近くの小学校か中学校か、または大学だったり、あと公民館だったりします。
市とかの持ち物の建物ですね。で、そういうところに移動します。で、その防災訓練では、その移動したところで、例えば、うちの場合近くの小学校なんですけど、その小学校に毛布とか食べ物が置いてあるそうなんですね。で、どういうものを準備してありますっていうような話を聞いた覚えがあります。実はその避難所まで行くのは一部の限られた役についている人たちだけなんです。ここの地区の場合は。で、今年はうちは違ったので、小学校までは行きませんでした。で、あと実際家でそのシェイクアウト訓練する人どれくらいいるのかちょっとわからないですね。やらない人も多いかもしれないし、案外みんなやってるかもしれないんですけど、家の中のことなのでちょっとわからないですね。でもやっぱりいざって時にどうしようって考えるのはとても大事なことだと思います。で、そう、あとよく日本の家では防災バッグっていうのを用意している人が多いかなと思います。一つバッグを用意しておいて、いざって時にそれだけ持って逃げられるようにしておきます。本当に大地震が来た後って、その大事なものを集めるのが大変じゃないですか。それとかもしかして家にひびが入ってて、もう早く家から出たいかもしれない。なので、そういう必要なものを一箇所にもうバッグの中にまとめておきます。バッグの中に何を入れるかっていうと、水と食料と、あと、懐中電灯。電気が使えなくなる可能性があるので、懐中電灯。それから、情報収集のための、例えば、手回しラジオみたいなやつ。それあるといいなってぐらいですけど、電気のいらない、自分で手で回して発電して、1分ぐらい聞けるラジオみたいなのとか、あと、貴重品ですね。現金とかも入れておきます。あと、軍手軍手って作業する時の手袋なんですけど、地震の後ってもうガラスとかがすごいあるんですよね。だから危ないので、このままやったら、やっぱ軍手できるように軍手も入れておくといいんじゃないかなって思います。あとよく入れておくのが、これぐらいにちっちゃく畳んであるアルミのブランケットです。本当にちっちゃい、こんなのなんですけど、広げると、体をこう包めるぐらいにはなって、寒い時に、役に立つものがあります。そういうものとかを入れておきますね。あと、バッグの中に水はそんなに入らないんですけど、それ以外に、いざって時のために水を用意しておく人とかは多いと思います。うちも一応水何リットルか用意してあります。ペットボトルの水です。一人当たり1日2リットルって言うんですね。だから一応用意してあります。最後に今日覚えるといいことわざを紹介します。備えあれば憂いなしです。備えっていうのは準備という意味です。で、憂いっていうのは心配することです。だから準備しておけば心配しなくて済むという意味です。本当にごめんなさい。外で今うるさい鳥が鳴いていますね。これヒヨドリって言います。最近いつもいるんです。話がそれましたが、備えあれば憂いなし。準備をして、あとはあんまり心配しすぎないで、毎日楽しく過ごせればいいんじゃないかと思います。本当にね、ちょっと心配なんですけど、何事もないといいなと思います。最後にお礼を言わせてください。また新しく会員になってくださった方たちがいます。とても嬉しいです。名前の読み方を間違ってたらコメントで教えてください。では、エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デードさん、キム・ヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウさん、浜田さん、ニヌアさん、チッチさん、ウーさん、シン・グアンキルさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンダさん、オリさん、ジョ・モギョンさん、サンデーガールさん、ナグアさん、インヨインさん、アメッシュさん、アップルパイさん。メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。感謝しております。他の皆さんもよかったらぜひメンバーシップをご検討ください。メンバーの上の方になってもらえると週に1回特別なエピソードが聞けます。
じゃあ今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。このエピソードが良かったら高評価とチャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。備えあれば憂いなしです。